1H チャンネルステップバイステップ。はい、始まりましたけど、本日は絆ベースジムで、五反田でお世話になっております。お世話になってます。何度お会いしてもやっぱ緊張しますはい、定期的なスペシャル回ですね。定期的に訪れる。そうなんだよね。登場するからなんか、ちょっと映るからさ、緊張が。いや、あなたが緊張してどないするんですか。あなたに関しては何年緊張してんだよ。そうだね。20年以上緊張してる。20年以上緊張してる。早速お呼びしましょう。ラスボスヒロ渡辺先生です。お願いします。おお怖い怖い怖い。おお怖い怖い。リーチが怖い。よろしくお願いします。すごい登場でした。すごい登場でしたけれども、はい。この棒を持ってて、そうなんですよ。これ僕がちょっとリクエストを、そうなんです。はい。ゆきおさんが棒術見たいリクエストにお答えして、はい、ちょっといろいろこの棒術っていうのを教えていただきたいなと思うんですけど、前回ほら武器術ヌンチャクやったじゃないですか。はいはいね、はい。まあブルース・リー海祖が映画で武器使ってますよね。使ってます。でまあヌンチャクやりました。はい。だったら交互にブルース・リー海祖が映画で使った武器術やろうか。そのテーマで。いいですね。はい。ということでまあちょうどゆきおさんもほら棒術見たいっていうか。はい。じゃあまず1回これ6尺棒。6尺棒。これが6尺の長さってことですね。これ特注っていうそういうあんなやオーダーメイド。オーダーメイドなんですね。そうジークンドーに武器術ないんで。はい。だから今日うちの源氏交流は武器が豊富にあるから、まあ源氏交流の棒の使い方という形で、まあそれと海祖が映画でやった技をちょっと分析しつつ、ゆきおさんにちょっと体験してもらおう。おお、楽しみです。ありがとうございます。さあ、これが基本ベースの長さ。そうです。ただ形はちょっと違う。形はこれ特注。何が形は特殊なんでしょう。これ特注。通常ほらみんな棒っていうと沖縄の棒もそうですけどみんな丸じゃないですか、日本の棒術とかあと、フィリピンの棒術もそうだけど、だからみんな丸。これ八角なんですね。なるほどね。よく見れば分かる。これがね、キラーでのとこで打つ場合はそうだけど、ここの角のとこで打たれるともっと痛いです。尖ってる箇所がいっぱいあるそうですよね。オクタゴンですね。オクタゴン、そうです。棒でもその素材、これは白菓子ですけど、素材によってその技の使い方が変わってきます。例えばブルース・リー・カイストが映画で使ったのは白狼のコン、要するに中国白狼のコン、まあ要するにしなるんですよ。萌えドラでバヨヨーンとこうしなったじゃん。当然これはしならない素材なんで、しなる素材の棒の要するに中国の棒の使い方と日本、これはまあこれは日本のものですけど、日本の使い方まあ違うんですね。でもこの本当にすみません、素人からしたらもうこれしかないのかなっていうやっぱこうか叩くかつくか、こうでも池田さんそれ合ってる合ってる。じゃあ戦ったよね、池田さん。いや、それはほんま勘弁して俺とりあえず防具ずっと探してたジークンドーも関わってるチャンネルだから、やっぱ海祖がやったっていう技をベースにしてちょっと覚えてもらう。あともう一つ僕が皆さんに伝えたいのは、その源氏交流でどういう棒の使い方をするかっていう、その身体操作に関わってくるので、身体操作のこともちょっと含めて説明させていただけたらいいかな。はい、よろしくお願いします。本日はお願いします。お願いします。じゃあまず体験してもらいましょう。はい、ゆきおさん、これマイ棒。そう、まさかの東郷先生マイ棒寺さんだった。そりゃそうですよ。日本の棒術はまず相手が刀を持ってるってことが想定されて作られています。なので単刀根って言って、例えばこっちが頭だったらこっちはコンビっつって、尻尾の、要は握る部分というか、武器は頭とですね。そう、単刀で打ってスッと滑らして今度コンビで打つ。長いから怖い。長いから怖いんですよ。要するにこの魔尺がないと相手が刀なんで対応できないんですよ。要するにこれは相当根っつって言って、沖縄もそうだし中国とかクラビークラボンもそうなんですけど、この周りだと簡単に小手切られちゃう。刀で短いってことですね、リーチが。そう、要するにこういう使い方、そういうことですね。当然こういう使い方は日本の棒術でもあるんですけど、
対刀となるとこリーチで不利と。なるほど。う日本とかあと中国もぐるぐる回してこう伸ばしてバチーンって打ったりしますよね。こういう構えなんです。戦う構えで。はい。これの場合って僕は本当にちょっと叩かれてももう激痛始めますからパ。チっていただけで相当でしょ。いろいろ。と先生持ってみてなんでじゃない僕はビビってるわけじゃないですけどそのやってる人どうしちゃったってちょっと戦わないでください。ビビってはいるだろう。ビビってはないですけどビビってはいるだろう。どうやるんですか練習とか。練習だと例えばお互いにこれでこっちで入って、はい、で1、2で型みたいな。硬い音。こういう形で今度下段こういう形でやります。動きで見せるとね、はい、でこれに今度身体操作加わる。これがもうすごいんで、ぜひちょっと経験していただきたいですね。こうします。ちょっとこうしてもらおうか。これが一番わかりやすい。先生がここ打つんで、はい、それをしっかり耐えるっていう。ここからこうやって今もうちょっと離して今腕だけで打ってるんです、筋力と腕だけで打ってるんです。こんなもんです、で重いですよね。それでも重い。痛いですよ絶対、で江戸期まで日本の江戸期までの日本人の身体操作、要するに日本人の身体操作っていうかな、その身体文化っていうのはあったんですよ。それが明治維新以降、まず明治政府とそれから昭和の時代、GHQ によって、潰されたんです、日本人の身体操作、それをちょっと復活させようっていう活動を僕今やってます。この源氏氷を使って、要するにそれは何かって言ったら、骨が主体で体を起動させるっていう、外側の筋肉じゃなくてが主体じゃなくて骨が主体になって体を動かすっていう身体操作。それが江戸期までの日本人は当たり前のごとく、女子供でさえそうだから歩き方も違うんです。今の現代人、筋肉が主体なのが西洋文明、骨が主体なのがこの国の文化だから、体の使い方が全く違うんです、よりなんだろうな、合理的なんですよ、日本の身体文化の方が。でその骨を使って打つっていう、今のは体を使って打ってた。要するに筋力を使ってこれ、はい、それを当時の江戸期までの身体操作はこういう感じですね。違う？いや、全然違う。重みが、体重が乗ってるっていうのか、もっと太いもんで殴られてる。なんか丸太で殴られてる。はい。で今はどこを使ったかというと、僕は普段うちの流儀で教えてるカゴ。肋骨。肋骨とそれから背骨で、背骨って言っても要するに脊椎まで1番から12番までそれにくっついてる肋骨、これを今使っただけです。肋骨でそれに今度は腰椎、それから仙骨、尾骨、要するにここの部分をうちではクラックで、背骨のことを柱って、背骨を一個一個いろんな方向にまず動かす。それによって肋骨も前後左右、それから回転するからこういうねじり、肋骨ねじりだから、今は肋骨をねじって打つと、普通に力で打つと、今手で肋骨をここを1番くっついてる1番から12番までを回転させるんですよ。要するに日本のもともとの身体文化壊されちゃったんで、それから昭和期に入って、いや今から30年ぐらい前かな、肩甲骨がどうのこうのって誰かが言い出したんですよ、だから肩甲骨っていうのはあくまでも、従属的に使うもんなの、
肋骨がまず動いて、それで肩甲骨っていうのは自然に従属的に動くんですよ、だから肋骨の動きの方が大事なの、肩甲骨よりも、そっちの方が日本人の身体文化に合ってる。日本人っていうか、まあ、当然当時の侍もみんなそうなんですよ。それが当たり前の動きだったんですよ。だからちょこんと打つんでも、これで打つんでも、これ棒で打つんじゃなくて、ここでプラス今度は腰椎仙骨から全部だからもうそれで今棒術の中でこの話になってますけど、棒術とかの話じゃないってことですよね。お、さすが。そうですよね。これは関係ないですよね。これはで、その中でこれ手鏡っていうわけで、手鏡、手鏡、これでそのままで、今はここだけでやります。でこれを今度顔を使ってやるとこうなりますこう何においてもそういうこれが動きを使ってた。刀をやったり、鎌でも棒でも槍でも全部この使い方を使うとだったらとんでもない。カゴだけで一本掘り下げたいねなんか横道で説明するぐらいのあれじゃない気がしますけど。棒術やのでお互い棒持ってなかった本当に先生ちょっと触ってみてほしい。そうちょっといや本当にこれ本当に感動するから。まずね、すごいですよ本当。誰でもできるようになるんですけど、まず肋骨をまず半分に分けるの。何を言ってるんですか？上6本、はい、下6本ね。下の方が動かしやすいんで。全然意味が分からない。動いてでしょ？こうでしょ？マジ柔らかいね。肋骨を今上げてたね。で今度は上ので上はなかなか動かない。肋骨動かせるようなためにはまず呼吸法から練習するの。で今前面でしょ。今度こう後面。これでみんなね、息吸っても動いてないでしょ。動いてないですよ。でしょ。今度はめっちゃ動いてるここの上の部分で後ろ側に空気が入んない人がほとんど。なんで？前動いてないけど後ろ動いてるでしょ、はい、だから呼吸してるかどうか分かんない。この対峙した時の呼吸が対峙すると呼吸を読むから、それを後面でしかも着物を着て対峙してると棒持ってたりすると呼吸読めない。ここが動かない。なるほどね。すごいレベルの話ですよ。でもね、呼吸を読ませないとよくこれはね、分からない。江戸期までは女子供できたんですよ。侍だけじゃないのよ。練習しなくてもできたってことですか？普通に。これがだから身体文化って言ってるの。日本人の身体文化だ。でこれが威力を発揮するわけですよ。軽くポーンってやって重心の今度移動も入れるわけです、でここもただ今までだと僕はいろんなところで忖度しまくってきたからあんまり聞いてないけど今度ここの今回から本気で日本人の良さを伝えようと思って出してるから、それでここを使ってで呼吸も分かんないようにしてだから腕はここからじゃなくてここからなんですよ。この強鎖関節から腕なんですよ。そうするとね、棒をそうだ、棒術だった忘れてた。もう角に置いてましたもう角に棒で例えばそのゆきさんナイフ持ってナイフこれでやると危ねえから、はい、これでやろう。はい、これ柔らかいからゆきさん大丈夫だ。ほらはい心配してるわ。さんのこと一緒。じゃあ硬いじゃないです急に下ネタ対応できないですこれで、こうしといて、カイソが映画でドはいはいラミキで使ってるけど、これでこうしておいてついてきたのをついてきたのをここでこれ受けてくる。これでまずこうやって壊すんですよ。でこれ払ってもいいけど壊して腕でするわけです。あとはね3人ぐらいいたらタタタタタタタってやったでしょ。あれ1人の場合だったらパリ持ってくわけです。パリ持ってったこれおいトイレ行っちゃったトイレ。単なるもんじゃない。
そのままここへガーンってなるんですよ。金的で多分顔が出たところってことですね。もう許してあげてほしいわ、金的だけで十分でしょうが。そんなうちまで行ったりとかも。で例えばこれでこうしといて、で意識を消して、おおね、もう終わりです。あれでやったら。だから日本の国道ってそこまで恐ろしいってこと。いや、なんか今日はまだ他にも棒を持ってきてくださってみたいなんで、はい、ちょっとまたはい、次の回で深掘りさせてもあらいます。れですね、足らないよ全然尺が。今日僕が一番言いたかったのは身体操作。そうですよね。骨主体の身体操作。はい。カゴ。今日はカゴ。だから普通にこうやってポーンってやるの。今度カゴを使うとこうなるわけです。でその身体操作を復活させる運動を今されてるんですか？はい、すごい壮大なビッグプロジェクトですよね。そうですね。まあでも日本人には重要だと思いますよ。特にこれからの時代は武道館に革命を起こさないとね。いや、貪欲よ。すごい。その模様はワンチャンネルでお届けさせてください。そうですね。だってこうやって喋ったの初めてですよ。そう。僕だから今までものすごい忖度してきてやってきたのに、今までの動画全部忖度してた。すごい暴露。それはやめてくださいよ。だから今回からその忖度の動画どんどんもう削ってきますから、日本人の身体操作を使うとこれだけやばいことができるっていうのは知ってほしい。すごい可能性をね、本当に感じますよね。勉強になりましたね。いろいろちょっといろんなところに展開してきましたけど、棒術の技をいろいろ見せようと思ったら、違う方向に行ってしまいました。いやちょっとまたね、違う棒もお持ちいただいたんで、それをじゃあ次回見せてください。はい、ぜひお願いします。広瀬先生、本日ありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。こっち側こう開くので、ここに